ナンバー 41、6g の維持空中ダイエットの成果と立ちはだかる電流の壁。いろは電子工作所第41回の報告です。物理の壁は破った。だが科学の壁が立ちはだかる。前回凶器のハンダ付けによって機体重量を 35g から 29.5g へと削り落とした新生ドローン。今回はこの肉体改造の成果を試すリベンジの飛行実験です。軽量化によって浮力は劇的に進化しましたが、そこには新たな物理の絶対壁が待っていました。第一幕は希望のテイクオフです。ばかりの上で 29.5g を示す機体にバッテリーをつなぎ ESP ドローンの LED が静かに点灯します。 6g の肉体改造を経て僕らは再び床という滑走路に立ちました。目指すは地面降下からの完全脱出。スロットルを押し込むと前回とは明らかに違う鋭いレスポンスで機体がさっと持ち上がりました。画面を左右で比較しても一目瞭然。床を這うだけだった前回に対し今回は明らかに高い位置まで軽やかに浮上しています。 6g の空中ダイエットは確実に推力比を変えました。第2幕は非常なる物理現象、地面降下の罠です。浮いたという高揚感もつかの間、ひたすら離陸を繰り返す中で見えない天井が現れます。床から十数センチ浮いたところでそれ以上上昇できずにふわふわと滞空し、やがてじわじわと高度が落ちていきました。機体が床の反発風グラウンドエフェクトを受けている間は自重を保持できますが、そこから自由空間へ突き抜けるための後一押しの余剰水力がどうしても足りません。第3幕はボトルネックの特定です。モーターも回路も制御プログラムも完璧では何が足を引っ張っているのか。ログ画面の電圧メーターがその答えを映し出していました。スロットルをマックスにした瞬間、バッテリー電圧がドカンと急降下していたのです。原因は 160mAh という超小型リポバッテリーの電流供給能力 C レートの限界でした。4つのモーターが全開で要求する大電流に対し、バッテリーの内部抵抗による電圧効果サグが発生し、モーターの回転数が打ち止めになっていたのです。結末です。静かに着陸しプロペラが止まった機体をそっと拾い上げます。これは敗北ではありません。軽量化の成果は確かに証明され、残されたボトルネックがバッテリーの電流効率であると完全に突き止めました。ハードウェアとソフトウェアを極限まで磨き上げた僕らに残されたパズルのピースはあと一つです。それではまた次回。